クロノジェネシスが自分のトレーナーは大人な雰囲気の女性が好みなので自分はドンピシャであると言い出したのでなんやかんやあった末に直接トレーナーのところまで二人で聞きに行ってみるラブズオンリーユー。ラブちゃん、ちょっといいですか？どうかしたかしら？重大な発表があります。重大な発表。これは価値格と言っても過言ではないでしょう。あらあら、よくわからないけどすごい自信ね。じゃあ聞かせてもらおうかしら。クロノちゃんの次のレース予想を。違うんですよ、ラブちゃん。レース予想じゃないの？意外ね。確かに私は普段からレース予想に夢中なことは認めますが。いえ、ある意味これもレースかもしれませんね。レースじゃないけどレース。なぞなぞみたいね。でも価値格ということは誰かが勝負に挑むわけで。そうなんです。その人が勝っちゃうのよね。その通りです。じゃあ誰なの？勝っちゃう人は。私です。クロノちゃん。でもクロノちゃんの次のレースってまだ決まってなかったわよね。あ、でもレースの話じゃないんだっけ？よくわからないわね。それじゃあここら辺でラブちゃんに教えてあげましょうか。私が勝利するもの、それは、ごくり。恋愛という名のレースです。恋愛？見てください、このノートを。わあ、ものすごい量ね。これは私のトレーナーさんに関するデータなんですがこれらの情報から導き出される結論があります。それは私のトレーナーさんは大人な雰囲気の女性が好みだということ。つまり私はドンピシャということです。積み重ねられた歴史はバクトレさんと違い嘘をつきません。視線、会話の間、反応速度、褒め言葉の傾向、もろもろの要因を多角的に検討した結果私はトレーナーさんの好みにドンピシャであるという揺るぎない結論に至りました。すごいわねクロノちゃん、いつの間にそんなデータを集めたの？私はいついかなる瞬間もアンテナを張ってます。現代は情報こそが勝負の鍵ですからね。なるほど、それは言えてるわね。トレーナーさんの日常の全てが観測対象でありその一挙手一投足を私は補足しています。少し怖いわね。でもクロノちゃん、ちょっと聞いていいかしら。どうぞ。そのデータからトレーナーさんの好みが大人な雰囲気の女性っていうのは分かったわ。クロノちゃんが言うくらいだから信憑性も高いはずよね。はい。でもその好みにクロノちゃんがドンピシャっていうのはちょっとわからないのよね。なんでですか？クロノちゃんは大人な雰囲気とはちょっと違うと思うのよ。何を言うんですか？私は十分大人です。レディーです。もちろんクロノちゃんは魅力的な女の子よ。とっても可愛いもの。ラブちゃん、同室なのに私の大人っぷりがわかりませんか？じゃあ教えてもらってもいい？いいでしょう。まず私には落ち着きがあります。現在進行形で抜きになってるわよね。ラブちゃん。なんでもないわ。5本。知性もありデータの扱いにも長けています。将来的にはトレーナーさんの右腕としてサブトレーナーになっちゃったりして。大人どころか夢見る乙女ね。どうですか？私の大人っぷりを理解してもらえましたか？クロノちゃんは可愛いわね。ラブちゃん。私の話を聞いてましたか？大人っぷりを説明してたんですけど。じゃあ可愛い大人ってことで。ダメでーす。ほらほら、そんなだだっこしないの。私は大人なんです。別に無理に大人を気取らなくてもクロノちゃんは今のままで素敵よ。むしろ今のままのクロノちゃんが私は好きだわ。ラブちゃん。トレーナーさんの気を引きたいのは分かったけどトレーナーさん自身はどう思ってるのかしら。だってクロノちゃんとトレーナーさん、いつも仲良さそうにしてるじゃない？それって今のままのクロノちゃんをトレーナーさんは愛してくれてるってことでしょう？それは、あくまで担当としてであって。なるほど、クロノちゃんは不安なのね。大丈夫よ、自信を持って。でも、それでも自信を持てないなら、そうね。私を参考にしてみる？なんて。ラブちゃんは子供じゃないですか。まあ、確かに私たちは同学年だけど。学年だけの話をしてるんじゃありません。知ってるんですよ。歯医者さんが怖くて行きたくないから定期検診の案内をトレーナーさんに見つからないように隠していたこと。なんで知っているの？私の情報網を甘く見ないでください。そう。むしろラブちゃんこそ私を参考にしてみては？言うわねー、クロノちゃん。
これが大人の余裕ですよ。黒野ちゃんのそうやって一生懸命なところをみんな可愛いって思ってるのよ。一生懸命だからこそ大人なのでは。一生懸命に大人を主張してる子は大体可愛い側よ。でも安心して、黒野ちゃんは将来きっと素敵な大人になるから。今はとっても可愛いわ。可愛いじゃありません、大人なんです。困ったわねなら本人に聞いてみたら？本人。トレーナーさんに。どうする？無理にとは言わないけど。望むところです。トレーナーさん、質問があります。質問？トレーナーさんは大人な雰囲気の女性が好みですか？急だな。答えてください。これは大事な確認です。そうなの？まあ、落ち着いた人に惹かれることは確かにあるかもしれないかな。やっぱり、データは正しかった。トレーナーさんの好みについては黒野ちゃんの読み通りね。あとはトレーナーさんが黒野ちゃんを大人なレディーとして見てるかだけど。じゃあトレーナーさんは私に惹かれているということで間違いないですね。待って待って、急に話が飛躍したんだけど。待ちますよ、勝利宣言の準備はできていますので。5本。黒野に惹かれているのは間違いない。トレーナーさん。あら。俺は黒野とならトゥインクルシリーズを制することができると本気で信じているからな。トレーナーさん。まあそういう意味よね。それは、つまり、私が大人なレディーだから惹かれているのではないと？そうだけど。黒野？トレーナーさん、フォローしてあげて。ラブズオンリーユー、脳内に直接。黒野は頑張って背伸びして大人ぶってるところが可愛いと思うな。背伸びではありません、通常運転です。そっか。仕方ありません、こうなったら私の大人っぷりを見せつけてあげます。どうやって？別にどうもしません、だって私はありのままで大人ですから。数時間後にトレーナーさんはこういうはずです。黒野の大人の魅力にメロメロ目につき結婚してと。言わないよ。ふふふ。刻まれる歴史だけが真実ですよ。なんか面白くなってきたわね。はい、コーヒーどうぞ。あら、いい匂い。なんかいいコーヒーらしいよ。カフェトレからもらったんだけどね。砂糖とミルクもあるから好きなだけ使って。黒野ちゃん。私は大人。私は大人。大人はブラックコーヒー。大人はブラックコーヒー。ああ。黒野、無理しないで砂糖とミルク入れなよ。トレーナーさん。私は砂糖とミルクを入れますがこれはブラックコーヒーが苦手とかではなく集中力維持のための糖分補給ですから。はいはいわかったよ。やっぱり可愛いわね黒野ちゃんは。ラブズオンリーユー、黒野のトレーニングに付き合ってもらってありがとう。どういたしまして。必死に大人ぶる黒野ちゃんを見れて私も楽しかったし。ラブちゃん、私は必死になってません。そういうところなのよ。まあ二人とも今日はお疲れさん、気をつけて帰るようにね。はい。黒野、どうした？トレーニング頑張ったのにまだ頭を撫でてもらってません。頭を撫でてもらってそれで私のトレーニングは終わるんです。大人なレディの頭を撫でるのはさすがに失礼かと思うんだけど。いや、いつも通りでいいなら撫でるけどあれだけ大人言い張ってるから俺もそれ相応の対応した方がいいかなって。正論ね。黒野ちゃんはどう出るかしら？完全に控える必要はないと思います。大人なんだよな。大人です。ですが大人なレディにも適切なスキンシップは必要だと思います。つまり？頭部へのねぎらいは必ずしも子供扱いとは限りません。信頼関係のある相手からのねぎらいは精神的安定に寄与します。急に理論武装してきたわね。それにトレーナーさんが私を撫でることはこれまでの関係性で自然に形成された習慣です。習慣を突然立つと心理的な反動が生じます。それは黒野が寂しいってことか？私は大人なので寂しいということはありませんがトレーニングやレースに悪影響が出る可能性も否定できません。否定できないんだ。あくまで可能性の話です。素直に撫でてほしいって言えばいいのに。ラブちゃん。ふふふ、ごめんなさいね。
トレーナーさん。私は大人に見られたいです。ですがそのためにトレーナーさんに甘やかされる権利まで失いたくないんです。これはおかしいですか？大人っぽくなりたい気持ちも甘えたい気持ちもどっちもクロノのものだろ。おかしいことなんてないさ。クロノはさ、ありのままでいいんだよ。トレーナーさん。ね、私が言った通りでしょう？ラブちゃん。それでどうする？頭を撫でた方がいいならするけど。現時点において私は成長途中です。そうだね。将来的に大人な女性として差し切る可能性があります。そうよ、将来性は十分なんだから。なので今は可愛い判定も受け入れます。つまり、頭を撫でろってことかな？ただし子供扱いではなく信頼に基づくねぎらいとしてお願いします。なんだそりゃ。クロノちゃん嬉しそうね。なんだか私も嬉しくなってきちゃう。これは勝者の余裕ですよ。はいはい、そういうことにしておくわね。クロノちゃんだってもっと真っ白になったら立派な大人のお姉さんですよ、多分。クロノちゃんのイメージ上の自分。実際のクロノちゃん。ウマ娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。